たった一つでいい。人生を幸せに変えるシンプルな方法。幸せは探すものではない。作るものだ。お金があれば幸せになれる。結婚すれば、子供がいれば、成功すれば、多くの人が幸せを条件で考えている。だが現実には、条件が整っても幸せになれない人が山ほどいる。では、何が本当の幸せを決めるのか。その答えは、外にはない。脳の中にある。幸せはどこから来るのか。幸せとは、どこにあるのか。この問いに、正確に答えられる人は少ない。お金を手にしたとき、理想の相手と出会ったとき、確かに、嬉しい出来事があると幸せを感じるかもしれない。でも、それは一時的な刺激に過ぎない。本当の幸せは、もっと奥深い場所にある。同じ景色を見ても、感動する人もいれば、退屈だと感じる人もいる。同じ日常を過ごしていても、前向きになれる人もいれば、不満ばかり抱える人もいる。つまり、幸せを決めるのは出来事ではなく捉え方。何が起きたかではなく、それをどう受け取ったか。これが幸せの本質だ。心理学の研究でもはっきりしている。幸福度は、外的な環境よりも脳の解釈力によって決まる。誰かに褒められたとき、それをありがたいと思えるか、いや、社交辞令だろと思ってしまうか。その違いだけで、脳の中に残る記憶の質が大きく変わる。そしてその記憶こそが、自分という人間の根っこになる。日常に起きる出来事の大半は、コントロールできない。でも、それをどう受け止めるかは、自分で選べる。この受け止め方を変えるだけで、人生は静かに、でも確実に好転していく。例えば、朝の満員電車、なんでこんなに混んでるんだと思えば、それだけでストレスが積もる。けれど、この時間にこれだけの人が今日も頑張ってると感じれば、不思議と前向きになれる。出来事は同じでも、感情の質が全く違う。ある女性は、毎朝子供を叱ってばかりだった。靴を履かない。忘れ物をする。遅れる。だけどある日、この子が元気に生きてるだけでありがたいと思うようにした。すると、自然と叱る声が減り、笑顔が増えた。そして、子供も笑顔で学校へ行くようになった。環境は変わっていない。変わったのは心の向け方だけ。その小さな変化が、家族の幸せを作っていった。幸せは、探すものではない。待つものでも、偶然訪れるものでもない。幸せは、自分の内側で作るもの。どんなに平凡な毎日でも、見方さえ変えれば、そこに幸せはある。それに気づけるかどうか。それが人生の分かれ道だ。記憶が作る私。人はなぜ、幸せだと感じたり、不幸だと感じたりするのか。それは今この瞬間の出来事ではなく、脳の中に積み重なった記憶が答えを出している。例えば、私は幸せだと思える人の脳には、幸せな記憶が数えきれないほど詰まっている。逆に、私は不幸だと感じる人の脳には、悲しみや怒り、孤独といった記憶が積み重なっている。記憶こそが、自分という存在を作っている。これを心理学では自己像と呼ぶ。私は〇〇な人間だという感覚。私は優しい。私はダメだ。私は強い。私は運がない。こうした私に関する思い込みは、すべて記憶から生まれている。不思議なことに、人間以外の動物にはこの自己像がない。鏡に映った自分を見ても、それが自分であるとは理解しない。猫は、自分の姿に怒り出すこともある。でも人間は、自分という存在を客観的に認識する。そしてそれが、幸せにも不幸にもつながるという厄介な能力でもある。記憶が自己像を作る。例えば、子供の頃にお前は本当にダメなやつだと言われたことがあれば、その記憶が脳にこびりつき、自分を否定するようになる。仕事でミスをして怒られた。恋人に振られた。努力しても報われなかった。そうした出来事が繰り返されると、いつの間にか自分には価値がないという感覚が出来上がってしまう。それが自己像になると、何が起きてもやっぱり自分はダメだと解釈してしまう。そしてさらに自己否定の記憶を上塗りし、自分自身を苦しめていく。一方、ポジティブな記憶が多い人は違う。小さな成功でも、それをうまくやれたと記憶していく。周りに感謝されたこと、笑い合えたこと、乗り越えた困難、そうした記憶が、私は価値のある人間だという感覚を作っていく。つまり、同じ現実を経験しても、どう記憶するかによって未来が変わってしまうのだ。記憶は、事実の記録ではない。その時の感情や言葉とセットになって保存される。だからこそ、どんな言葉で自分を説明してきたかが、自己像を決定づけていく。私はうまくいってない。私は恵まれていないといった言葉は、脳にネガティブな記憶を焼き付ける。逆に私はついてる。私は頑張ってると言い続ければ、それがやがて現実になっていく。記憶が自己像を作り、自己像が未来を決める。だからこそ、どんな記憶を残すかが、幸せの分かれ道になる。自分を責める記憶ばかりにフォーカスするのではなく、自分を満たす記憶を意識的に刻んでいくこと。
その小さな意識が、私は幸せだと心から言える人生へと導いてくれる。幸せな人の脳内パターン。幸せな人には、ある共通点がある。それは、生まれつき性格が明るいとか、恵まれた環境にいるといった単純な話ではない。実際には、どんな環境にあっても、脳の使い方次第で人は幸せになれる。つまり、幸せな人とは、脳の中に幸せを見つける習慣が身についている人のことなのだ。例えば、朝起きてカーテンを開けたとき、ある人は眩しい。今日も仕事かとつぶやく。でも別の人は天気がいい。気持ちがいいなと感じる。同じ朝、同じ太陽、同じ風景でも、感じ方は正反対。この脳の受け取り方が、そのまま幸福度の差になる。人間の脳は、1日に6万回以上の思考をしていると言われている。そのうち、およそ8割がネガティブな内容だという研究もある。つまり、放っておけば人間の思考はどんどん不安や不満に偏っていく。それを逆転させているのが、幸せな人たちの脳だ。彼らは、意識的にポジティブな情報を拾い集め、ネガティブをスルーするトレーニングを習慣にしている。例えば、うまくいかなかった出来事があったとしても、これでまた一つ学べたと受け止める人と、やっぱり自分はダメだと落ち込む人では、その後の行動が全く変わってくる。脳は、繰り返し使う回路をどんどん強化していく。つまり、ポジティブに解釈する癖をつけていけば、それが当たり前になる。それが幸せな人の脳の仕組みだ。さらに興味深いのは、ポジティブな発想をする人は、身体の免疫力まで高いという研究もある。前向きな感情が心だけでなく、体も健康にしていく。笑うことががん細胞の増殖を抑えるという実験結果もあるように、脳の状態が全身に影響を与えていることは間違いない。つまり、幸せな人の脳は、思考だけでなく、行動や体調、さらには人間関係まで好循環を生み出しているのだ。では、どうすればそんな脳に変わっていけるのか。答えはシンプル。日常の中にあるポジティブの種を意識して見つけていくこと。美味しかった食事、優しくしてくれた人、空の色が綺麗だったこと、どれもほんの小さなことだけど、それをありがたい、嬉しいと脳に記録していくことで、確実に脳の回路は変わっていく。幸せとは、特別な出来事ではない。脳がそれを幸せだと認識した瞬間にだけ、初めて生まれる感情だ。つまり、感じる力こそが、幸せを生み出す力。その力を育てていくことが、人生を根本から変えていく。今日からでも始められる。脳は、意識した瞬間から変わり始める。幸せは、遠くにある夢じゃない。すぐそこに、気づかれるのを待っている。言葉の力で記憶を書き換える。あなたがこれまで口にしてきた言葉は、どんなものだっただろうか。私なんて、どうせ無理、運が悪い。もしそんな言葉を日常的に使っていたなら、知らないうちに自分の人生を狭く苦しいものにしていたかもしれない。なぜなら、言葉には記憶を変える力があるからだ。人間の脳は、言葉と感情をセットで記憶する。例えばつまらないと言った瞬間、その出来事はつまらなかった記憶として脳に保存される。最悪とつぶやけば、その日は最悪な日として刻まれる。つまり、どんな言葉を使うかが、どんな記憶を残すかを決めている。そしてその記憶が、未来の自分を形作っていく。逆に言えば、言葉を変えれば、記憶が変わる。記憶が変われば、自己像が変わり、人生そのものが変わっていく。例えば、今日も疲れたけど、よく頑張ったと自分に声をかける。この空気、美味しいなと小さなことに反応する。ラッキー、嬉しい、ありがとう。そんな言葉を使うだけで、脳はその出来事を幸せな記憶として刻み込む。それが積み重なることで、私は幸せな人間だという感覚が自然に育っていく。言葉には、脳を騙す力がある。たとえ気分が乗らなくても、今日はいい日だなと声に出せば、脳はそれを現実として受け取り始める。ポジティブな言葉を使えば使うほど、脳はこれは良い経験だったと記録し、その記憶が心の土台を作っていく。反対に、ネガティブな言葉を使い続ければ、脳はこれは嫌な人生だと判断し、それを裏付けるような記憶ばかりを集め始める。これを心理学では確証バイアスと呼ぶ。人は一度信じたことを裏付けるように情報を集める性質がある。私は運が悪いと思っていれば、不運な出来事ばかりを拾って記憶する。私は恵まれていると思っていれば、感謝できる場面ばかりに目が行く。つまり、自分の言葉が自分の世界を決めているのだ。ここで大切なのは、声に出すこと。頭の中だけで考えるよりも、言葉として発すると、脳への影響が格段に大きくなる。誰かに言う必要はない。自分自身に向かって、小さな声でも構わない。ありがとう。ついてる。今日も良い日だ。この短い言葉たちが、あなたの人生を根っこから変えていく。言葉は、最も手軽で、最も強力な道具だ。どれだけ高価なセミナーに行っても、どれだけ成功者の本を読んでも、自分が毎日使っている言葉がネガティブなら、
人生は変わらない。でも逆に、今日この瞬間から言葉を変えれば、未来は全く違ったものになっていく。なぜなら、幸せな人生とは、幸せな言葉の積み重ねでできているからだ。幸せのトレーニング、3つの良いこと。幸せになる方法は、実はとてもシンプルだ。けれど、ほとんどの人がそのシンプルさを疑ってしまう。たったそれだけで幸せになれるわけがないと。でも、心理学者たちが何年にもわたって研究を重ね、効果が実証されている方法がある。それが3つの良いことだ。やり方は簡単。寝る直前に、その日に起きた良いことを3つ書き出す。ノートでもスマホでも構わない。できれば声に出して読み上げるとなお良い。それだけで、脳はその日を良い一日だったと認識する。そして、それが繰り返されることで、記憶の中に幸せな日々が積み上がっていく。例えばこんな感じだ。コンビニの店員さんが笑顔で対応をしてくれた。空が綺麗だった。友達とたわいもない話で笑った。どれも特別なことではない。でも、これを良いこととして記録すると、脳はその出来事に意味を見出し、ポジティブな記憶として刻み込む。逆に何も意識しなければ、一日はただ過ぎ去っていくだけになる。3つの良いことは、ポジティブな記憶を意図的に増やしていくトレーニングだ。これを続けていくと、脳がだんだん良いこと探しに敏感になっていく。今日の昼食、道端の花、誰かの優しさ、そういう何気ない瞬間に目が向くようになる。脳が良いことを探すモードになるのだ。重要なのは、どんなに些細なことでもいいという点だ。お風呂が気持ちよかった。お気に入りの音楽が心に染みた。そうした小さな幸せを毎日3つ拾い上げるだけで、1年後には1000以上の幸せな記憶が蓄積される。そしてそれは、やがて私は幸せな人間だという自己像を作っていく。なぜ寝る前が良いのかというと、脳が記憶を整理するタイミングがちょうど就寝直前だからだ。この時間にポジティブな記憶を意識すると、それがそのまま長期記憶として残りやすくなる。まさに記憶のゴールデンタイムだ。だから、寝る前の数分間だけでいい。どんなに疲れていても、今日という一日の中に、良かったことを3つ思い出してみてほしい。さらに効果を高めたい人は、3つ書いた後になぜそれが良かったのかを短く書き添えるといい。例えば、上司に褒められた。自分の努力が認められた気がして嬉しかった。この理由を書くことで、脳の解釈力が強化され、幸福度はより深く脳に刻まれる。実際にこの方法を習慣化した人たちの多くが、数週間で気分が前向きになった。ストレスを感じにくくなったと報告している。うつの予防や改善にも一定の効果があるという研究結果も出ている。たった数分のシンプルな習慣が、心の状態を大きく変えてくれるのだ。だからこそ、今日から始めてほしい。道具も知識もいらない。必要なのは、今日の良いことは何だっただろうと自分に問いかけることだけ。毎晩3つの良いことを思い出す。その小さな時間があなたの脳、人生を確実に変えていく。ネガティブの連鎖から抜け出す方法。なぜか毎日うまくいかない。人間関係がぎくしゃくする。気分が沈みやすく、笑顔が減っていく。そんな状態が続いているなら、今あなたの脳はネガティブの連鎖に巻き込まれている可能性がある。これは放っておくと、加速度的に心が消耗していく。でも、安心してほしい。この連鎖から抜け出す方法は、確かに存在する。まず理解しておきたいのは、ネガティブな感情は自然な反応だということ。誰だって落ち込む日がある。怒りが湧くことも、不安で眠れない夜もある。問題は、その感情が脳にどう記憶され、どんな自己像を作っていくかという点だ。ネガティブな出来事が起きると、人の脳はそれを強く覚えるようにできている。なぜなら、生き延びるためには危険を忘れないことが大切だったからだ。だから、失敗した経験や嫌な記憶は、ポジティブな出来事よりもはるかに鮮明に残ってしまう。これが、連鎖の始まりだ。嫌なことがあった日の夜、なんであんなことを言われたんだろうと思い返す。その感情が眠りにまで影響し、翌朝の気分も重たい。そしてまた、同じような嫌な出来事が目につくようになる。それを繰り返すうちに、脳はネガティブな記憶の山を築き上げていく。この連鎖を止めるには、意識して反対の行動をとるしかない。例えば、落ち込んだ時ほど、あえて口に出してポジティブな言葉を言ってみる。でも、よく頑張ったよ。こうして立ち直ろうとしている自分を誇りたい。そうやって感情の流れに逆らうことで、脳はこれは特別な経験だと判断し、強く記憶する。そして最も効果的なのが、感謝の視点を持つことだ。どんなに小さなことでもいい。雨が降ったおかげで、空気がきれいになった。イヤホンが壊れたおかげで、自然の音に気づけた。失敗したおかげで、自分に足りないものが見えた。このように、ネガティブな出来事に意味を見出したとき、脳はそれをポジティブな記憶へと再編集し始める。感情は、放っておくと自動的にネガティブに偏る。でも、思考は自分で選び直すことができる。ネガティブな連鎖に飲み込まれそうになったら、自分に問いかけてみてほしい。この出来事から、
何か学べることはあるだろうか。どんな小さな感謝を見つけられるだろうか。その問いこそが連鎖を断ち切る一歩になる。繰り返しになるが、ネガティブな感情そのものを否定する必要はない。むしろそれはあなたの繊細さや誠実さの証でもある。でもその感情に支配され続けないこと、自分を責めすぎず、過去にしがみつかず、今日を新しく始める力を持つこと、それがネガティブの連鎖を止める最初のスイッチになる。記憶は積み重なる。だからこそ今この瞬間にどんな記憶を脳に刻むかがこれからの人生を決めていく。ほんの小さな一歩でもいい。今日の終わりを悪い一日だったと終わらせず、でもこんな良いこともあったと思えるようにしてほしい。その習慣があなたの未来を根本から変えていく。幸福の雪だるまを転がせ。幸せは雪だるまと似ている。最初は小さな塊でも転がし続けていけばどんどん大きくなる。そしてある時、それはもう誰にも止められないほどの勢いで人生を変えていく力を持ち始める。これまで話してきたように、幸せは偶然訪れるものではない。ポジティブな言葉を選び、良い記憶を積み上げ、毎晩3つの良いことを書く。それだけで脳の回路は着実に変わり、心は軽く、思考は柔らかくなる。そしてその変化は周囲にも波紋のように広がっていく。幸せな人は自然と人に優しくなる。余裕があるから誰かの言葉を受け止められる。ちょっとした気遣いができる。相手を責めるのではなく理解しようとする。すると不思議なことに自分もまた優しくされるようになる。信頼され、応援され、助けられる。こうして幸せの連鎖は次々に広がっていく。これはただの精神論ではない。脳科学や心理学の世界ではこうした好循環の存在が多数の研究で証明されている。ポジティブな自己像を持つ人は挑戦する意欲が高く、失敗しても立ち直りが早い。そしてその結果、仕事でも人間関係でも成功しやすくなる。幸せな人は運がいいように見えるけれど実際には運を引き寄せる脳の使い方をしているだけだ。そしてこうした雪だるま式の成長には勢いがある。初めのうちは言葉を変えるのも良いことを探すのも少しだけ意識が必要だ。だけど1週間、2週間、1ヶ月と続けていくとそれが当たり前になっていく。その頃にはもう今日も悪い日だったと思う回数が確実に減っているはずだ。ポジティブな言葉が自然に口から出るようになり、気づけば自分の周りの空気まで柔らかくなっている。それが幸福の雪だるまが転がり始めた合図だ。しかもこの雪だるまは一度大きくなり始めると自動的にさらに幸せを呼び寄せる。なぜなら脳はすでに幸せな回路を手に入れているから。何かが起きるたびに良い方向から見る癖がついている。嫌なことがあっても立ち止まらず意味を見つけて進んでいける。そうなればもう無理に幸せになろうとしなくても自然と幸せでいられる。忘れてはいけないのは、雪だるまを転がす最初の一歩を踏み出すのは他の誰でもないあなた自身だということ。環境や他人を変えることはできなくても、自分の感じ方や言葉の選び方は今この瞬間からでも変えられる。その変化がやがて人生全体に波及していく。だから今日もたった一つの小さな良いことを見つけてみよう。たった一言ポジティブな言葉を使ってみよう。その度に幸福という名の雪だるまは少しずつでも確実にあなたの人生を豊かに変えていく。人は記憶の上に生きている。どんなに過ぎ去ったことでもそれが自分の中に残っている限り人生に影響を与え続ける。だからこそどんな記憶を積み重ねていくかがその人の未来を決めていく。毎日をただ消費するか意味のある時間として記憶するか、それはほんの少しの意識で変えられる。例えば今日良い日だったと締めくくること、例えば誰かにありがとうと言葉をかけること、例えば今あるものに目を向けてありがたいと思うこと、そのすべてがあなたの脳に幸せな記憶として刻まれていく。幸せになることは特別な才能ではない。たった一つの言葉で自分の過去を塗り替えることができる。そしてその新しい記憶が未来の自分を変えていく。何を手に入れたかよりも何を感じ取れたか、どこに行けたかよりもどう受け取ったか、その積み重ねがあなたという人間を育てていく。もし今心の中が曇っているなら、まずは言葉から変えていけばいい。幸せになろうとするのではなく、すでにある幸せを見つけることから始めればいい。人生を照らすのは大きな成功ではない。たった一つの優しい記憶だ。あなたの毎日が記憶という名の贈り物で満たされますように。そのすべてが確かに幸せだったと言える日々になりますように。